川春子です。こんにちは。このチャンネルはニュージーランドに住む妹の文子と一緒に配信しております。今日のテーマはウォールデコレーション、写真でもアートでもいいんですけれども、案外難しいですよね。バランスだったりとか、なんか色のこととか考えることあると思うんですけれども、まずはうちのウォールデコレーションいくつかご覧いただきたいと思います。はい、こちらはハンカチが入ってます。ニュージーランドで大きな地震が起きたのが2011年の2月ですけれども、そのすぐ後で東日本大震災が起こってしまい、これはニュージーランドと日本復興頑張ろうねっていうような記念ハンカチになります。ちなみにこのドラゴンのデザインですけれども、これは文子の夫小山が作る小山ワインのラベルと一緒のものです。こちらは、中林忠義先生によるエッチングですね。前は別の場所にちょっと飾っていたんですけれども、今はこの一番目につきやすい鏡の前に立てかけてあります。手前のストッパー代わりに使わせてもらっているのは陶芸家の安田直子さんの作品です。こちらは有沙はとみさんのイラストレーション、パリのおばあちゃんが大好きでおしゃれなおばあちゃんばっかり描いてる女の子ですけれども、これも色合いがすごく綺麗で気に入ってます。ちなみにうちの壁は塗り壁なんですけれども、塗装ですね。ラベンダーっていう色だったと思うんですけれども、お天気によってだいぶグレーに見えたりとか、ちょっとピンクがかったりした感じで印象が変わるんですけれども、この壁にもよくあってすごく気に入っています。はい、こちらはアーティスト秋山愛さんの作品、パンティの数だけ哲学があるというパンティオロジーを唱えてらっしゃいます。愛さんのイラストもそれから文も結構楽しくって大好きです。洗面所のドアに飾ってみました。はい、ここキッチンなんですけれども、以前から耐火壁っていうのかな、無機質な壁がちょっと気になっていて、なんか飾りたいなと思ってたんですけれども、なかなか決まらなくって何しようかなって考えてたところ、結局自分でスマホで撮った写真なんだけれども、ニュージーランドのお気に入りのフルーズプレイスっていうシーフードが美味しい海際に立ってるちっちゃなレストランの写真、9枚をスクエアに編集してで、コラージュしてみました。なんかね、バーンと1枚大きな写真っていうのもいい気もするんですけれども、こうやってなんか9枚ちょこちょこ出したことで、こうメニューとか外観とか外の風景とかちょっと反射して見づらいかもしれませんけれども、こんな感じ、なんか雰囲気が伝わっていいかなと思ってます。普段はここで調理するんですけれども、これ手前が調理台で、この写真を飾ったことでこの周りだけは綺麗にしようっていうふうに思って、壁もよく拭くようになったし、それからこの手前の調理台も以前は食事する時にはここに使い終わったまな板とかボウルとか散らかってたんだけれども、食事する前にはこの写真の前だけは綺麗にしようと思ってそんな習慣がつきました。どんなに散らかっている部屋でもお気に入りのアートや写真がかかることで、その周りから綺麗になるっていうのはアートアドバイザーの久村久美さんから教わったことなんですね。これは久村久美さんのご本です。センスを磨く暮らし方というご本ですけれども、とても楽しいご本で勉強になります。奥村久美さんがおっしゃるには、アートの恐るべしダスキン効果っておっしゃってらっしゃいますけれども、本当に今回キッチンの壁に写真を飾ったことで周りを散らかさなくなったということをすごく実感しました。うちは窓があったり大きな本棚があったり鏡があったりで、壁面そんなに多い方ではないんですけれども、まだまだちょっと課題があって、一つはトイレに何かお気に入りがかかればすごく楽しいかなと思うんですけれども、そんなに広い場所ではないからゴテゴテしなくてすっきりしたもので、清潔感があって、ただアーティストの方の作品だったりとかしたらトイレに飾るのちょっと悪いかしらとか思ったりして、いろいろ考えすぎてなかなか決められないでいます。それからもう一箇所は玄関なんですけれども、こちらは割と広い横長のスペースがあるんですね。ゲストとしてはうちに入ってくる、導入の場所でもあるから、うちらしいものを飾りたいんですけれども、私にすれば家に入っちゃうとあんまり玄関って行かない場所なので、あんまり目にする機会も多くないと思うと、ちょっとどんなものを飾ったらいいかなっていうふうに迷っています。
まだまだそのウォールデコレーションに関しては初心者ですけれども、いずれはなんか季節によって絵を掛け替えるとか、なんかそういうような風になりたいとは思います。ただしまう場所とかなくてね、これからどうしたらいいかなと思って課題はいくつかありますけれども、1ヶ月に何回か通っているお茶の稽古に行くと毎回掛け軸が変わっていって、それを見るたびに掛け軸ってやっぱりすごいなと思って、コンパクトにしまえるし、毎回行くたびに変わるんですけれども、字だったりとか言葉だったり、それから絵の時もありますね。なんか毎回行くの楽しみになる掛け軸なんですけれども、そういうようなものがうちのどこかに取り込むことができたらいいなと思っています。最後になりましたが、額装について一言だけ。なかなか最初ご覧いただいた例えばハンカチとかああいうようなものをきちんと額装するのってとても難しいと思います。そうした場合に頼れる額縁を扱うお店がお近くにあるといいと思っています。探してご覧になったらいかがでしょうか。さて、ウォールデコレーションニュージーランド編です。ご覧ください。こんにちは、ニュージーランドのふみこです。南半球のニュージーランドは今真冬なんですけれども、今日は比較的お天気が良くて暖かいです。では東京の春子に続いて我が家のウォールデコレーションについてご紹介をしていきたいと思います。姉が言っていた通り、アートや大好きなものを置くとその周りが綺麗になっていくっていうのは本当だと思うんですね。最終的には家の中に大好きで綺麗なものしかないようにして、その結果として家中お掃除が行き届いてピカピカになるというふうに持っていきたいんですが、なかなかまだ道のりは長いですけれども、そこを目指していきたいと思っています。これは洗面所に飾ってある三宅舞さんの作品です。もう数十年前に一目惚れに近い状態で購入したものです。以前はうちの洗面所は無機質なそっけない感じだったんですが、そこにこの絵が飾ってあることでゆっくり過ごしたいと思える空間になりました。リビングのソファーの後ろに飾ってあるこちらと、そしてちょっと今ペンキの塗り直しをしたのでこんなところに置いてあるんですけれども、こちらとこの2点は南仏のアンティーブでピカソ美術館に行った時に購入したポスター2点です。私はアートに詳しい人間では全然ないんですけれども、ピカソの作品には大好きなものがいくつかあって、この2つもそうなんです。こちらはいつもは私たちのベッドルームに飾ってあります。額縁のペンキの塗り直しには今回チョークペイントを使ったんですが、それがとても良かったので、それについてはまた後でご紹介をさせてください。そして今ちょっと映ったこちらなんですが、これは昔ちょっとご縁があって、ニュージーランドにフランス人のお母さんと女の子が来た時に、その親子のちょっとご案内みたいなことをさせてもらったんですね。でその後その女の子の方がどうもありがとうということで、このワインの樽と瓶の絵を描いて、サンテクジュペリの星の王子様の中の言葉を書いてこれを送ってくれたので、それを額装したものです。可愛かったので。こちらはボストン美術館のウェブサイトからダウンロードした日本の絵です。大黒様とか恵比寿様とか神様シリーズですね。こちらの額も先ほどと同じチョークペイントで塗っています。こちらはまだ額に入れていないんですけれども、やはり同じボストン美術館のウェブサイトからダウンロードをしまして引き伸ばした鶴の絵です。このボストン美術館のウェブサイトなんですけれども、見ているだけでも楽しいですし、もちろん全てではありませんけれども、いろんな絵を無料でダウンロードもできるのでとてもおすすめです。こちらは廊下に飾ってあるワイナリーの写真です。で特にこの大きいものに関しては割に古い写真で、そんなに画素数が良くなかったものを無理やり引き伸ばしたので、ちょっと焦点がボケて絵のようになってるんですけれども、それはそれで味があって良かったかなというふうに思っています。先ほどお話をした額縁を塗るのに使ったチョークペイントはアニースローンのものです。アニースローンのチョークペイントはよくご存知の方も多いと思うんですけれども、下塗りも不要でいきなりさっと塗るだけで綺麗な、ちゃんとインテリアに溶け込む素人っぽくない仕上がりになるのが気に入っています。
私はこれのオールドホワイトをピカソの額を塗るのに使いました。ピカソの額はもともと別のペイントで塗ってあったんですけれども、それが白だったんですが、ちょっと白すぎるピカピカ光るペイントなどがずっと気になっていて、それを今回オールドホワイトという色で塗り直したことで、ちゃんと周辺の壁にも溶け込む落ち着いた色になりました。日本の神様シリーズの額の方にもこの同じチョークペイントを使っていまして、そちらはオンフルールという茶色に黒を混ぜて使いましたが、これも落ち着いた深みのある焦げ茶色がとても気に入っています。両方とも2度塗りしました。ここまで今家に飾ってある絵をご紹介してきたんですけれども、まだむき出しの壁がそのままで素敵な絵を飾りたいなと思っているところが何箇所かあります。玄関もその一つなんですが、春子も言っていたように玄関はお客様がいらっしゃった時に最初に目に入る場所なので大事ですし、私もできれば季節感を出して季節ごとに絵を掛け替えるということができるといいなと思っていまして、そこに先ほどお見せした鶴の絵を第1弾として使ってみようと思っています。今こちら冬なんですが、あれは雪をかぶった松の上に鶴が止まっているという構図でして、あれをまず冬バージョンとして使ってみようと思っています。このウォールデコレーションに関してはまた後日ぜひ第2回目をやって進捗を見ていただけたらと思います。次回は本棚の見せ方と使い方についてというテーマでお送りしたいと思っています。2週間後の配信を予定しています。今日はご視聴ありがとうございました。